第二次世界大戦の終結により、日本は大きな変革期を迎えることになりました。天皇自身の肉声によって伝えられた敗戦の知らせは、日本国民に深い衝撃を与えます。悔しさや驚き、戦争が終わったことへの安堵、そしてこれから始まる占領への不安など、様々な感情が入り混じっていました。多くの人々は状況をすぐには受け入れられず、ただ呆然と立ち尽くすしかありませんでした。しかし日本がポツダム宣言を受け入れた後も、全ての戦争が直ちに終結したわけではありません。沖縄では一部の地域で散発的な抵抗が続き、南樺太や千島列島では侵攻してきたソ連軍に対し日本軍が必死に応戦していました。また満州ではソ連軍の急速な進撃により多くの関東軍部隊が撤退し、取り残された多数の民間人が過酷な状況に置かれました。彼らはソ連軍による暴行や略奪の被害を受けた上、シベリアや中央アジアへと連行され強制労働を強いられました。その結果、多くの人々が過酷な環境に耐えきれず、命を落としていくことになるのです。こうした混乱が続く中、日本政府は連合国に降伏を申し入れました。こうして時の内閣総理大臣であった鈴木貫太郎は連合国に対して降伏を申し入れると同時に、その責任を取って内閣総辞職を表明。これにより新たな総理大臣を選出する必要が生じます。そこで内大臣の木戸幸一は枢密院議長の平沼喜一郎と協議を行い、皇族内閣を樹立するしかないと判断しました。降伏に伴う手続きを遂行しなければならない。その際、連合軍が日本に進駐してくる。そうなれば軍部が暴発する可能性がある。軍部を抑えるには皇族の力を借りるしかない。そのように考えたのです。こうして選ばれたのが皇族出身の東国宮成彦王。終戦直後の混乱を収めることを目的とした日本初の皇族内閣である東国宮内閣が誕生しました。しかし当然のことながら東国宮には政治の経験がありません。そこで近衛文麿を無任所大臣に任命し、東国宮を後ろから支える役割を担わせました。いわば副総理大臣のような立場です。また国内の混乱を見越して治安維持を担う内務大臣には警視総監や内務次官を歴任した山崎巌を任命しました。さらに連合国との交渉を見据え外交を担当する外務大臣には外交官である重光守を起用しました。このようにして東国宮を支える体制が整えられたのです。そんな東国宮内閣の政治方針は、日本を戦時体制から平時体制へと戻すこと、つまり戦前の状態への復帰でした。この方針のもと、日本政府は戦後処理に向けた準備を進めていきます。一方、占領軍であるアメリカ軍部隊は続々と日本に到着していました。その中には連合国軍最高司令官に任命されたダグラス・マッカーサー元帥もおり、日本に到着するとすぐに横浜へと向かいました。当時のマッカーサーは日本を非軍事化し民主化するという壮大な思いを抱いていました。日本が再び世界、特にアメリカの脅威とならないようにする。それと同時に民主的な平和国家に改造する。そのような考えのもと、彼は日本の占領政策を進めようとしていたのです。さて、東京湾へと視点を移してみると、そこでは太平洋からアメリカの艦隊が侵入し、湾内に停泊していました。その中にあったのがアメリカの戦艦ミズーリ号です。この戦艦の甲板上で日本の降伏文書調印式が執り行われました。日本側からは政府の代表として外務大臣の重光守が、軍の代表として参謀総長の梅津義次郎が署名しました。日本にとって約15年間に及ぶ戦争が終結する歴史的な瞬間でしたが、この儀式はわずか20分で終了しています。こうして日本の占領が正式に始まったのです。これに伴い朝鮮半島北部、南樺太、千島列島はソ連軍が占領し、朝鮮半島南部、奄美群島、琉球諸島を含む南西諸島、小笠原諸島はアメリカ軍が占領しました。これらの地域では連合国による直接軍政が敷かれています。また台湾は中国に返還されたため、日本の主権は本州、北海道、四国、九州の4島と連合国が定めたその他の小島の範囲に限定されました。こうして日本の領土は日清戦争以前の状態へと戻ることになったのです。
さて、降伏文書の調印式が終わり、いよいよ日本の占領が始まる段階となりました。しかし、この時のアメリカは終戦直後の混乱状態にあります。その理由は、日本が予想よりも早く降伏したためです。もともとアメリカの計画では、日本を攻撃し、日本政府を破壊した後に占領軍が直接政治を行うという方針でした。つまり、占領軍が日本を統治する直接統治を想定していたのです。しかし実際には日本政府が破壊される前に降伏したため、アメリカはこの計画を見直さざるを得ませんでした。またアメリカとしても予想より早く戦争が終結したことで、まだ占領軍が政治を行う準備が整っていないという事情がありましたし、最小限の兵力と資源で占領目的を達成したいという考えも持っていました。そこでアメリカは方針を転換し、占領軍が直接政治を行う計画はやめよう。日本政府を利用して政治を行う計画にしようと決意しました。つまり占領軍が日本政府に指示を出し、日本政府が統治を行うという間接統治の方式が採用されたのです。このようなアメリカの方針転換は急遽行われたため、占領軍内でも十分に共有されていませんでした。その結果、変更前の計画である直接統治を行うと考える者もいれば、変更後の計画である間接統治を行うと認識している者もおり、占領軍内部は混乱状態にあったのです。そのような中、変更を知らなかった占領軍関係者が日本に対して直接統治を行うという方針を通告しました。その内容は、英語を公用語とする、占領軍の命令に逆らった場合、軍事裁判にかける、占領軍が独自に通貨を発行するというもので、これらの措置は日本政府にとって到底受け入れられるものではありませんでした。この通告を受けた日本の代表者はその場で抗議し、この措置は天皇及び日本政府を通じて統治するとするポツダム宣言の内容に反する。日本国内にさらなる混乱を招く恐れがあると主張しました。しかし連合国軍の代表者はこの申し入れを却下したのです。こうして日本は直接統治の危機に直面しました。日本政府としてはこの状況を何としても打開しなければなりません。その日のうちに連合国軍と日本政府の橋渡しを担当していた人物が横浜へと急行し、連合国軍の代表者に対して決死の懇願を試みました。その結果、日本への直接統治の発表を一時的に差し止めることに成功します。しかし、これはあくまでも一時的な措置であり、最終的な決定権はマッカーサーの手に委ねられていました。翌日、外務大臣の重光守が改めて横浜に向かい、マッカーサーとの交渉を開始。重光は、日本政府は誠意を持ってポツダム宣言を履行する覚悟である。直接軍政はポツダム宣言の範囲を超えている。日本国内にさらなる混乱を招く恐れがある。むしろ日本政府を利用してポツダム宣言を実施した方が効果的である。と説得し、布告の撤回を要請しました。すると意外にもマッカーサーはこの考えにあっさりと同意します。彼は、我々は日本を破壊し国民を奴隷とするつもりは全くない。むしろ何とかして日本の国難を救いたいと考えている。と述べ、直接統治の危機は回避されました。その後、横浜に駐留していた連合軍は東京へと進駐。マッカーサーも東京のアメリカ大使館へ移動し、皇居前にある第一生命ビルを連合国軍最高司令官総司令部、略して GHQ の本拠地と定めました。ここを拠点としてマッカーサーは日本政府へ次々と指令を出し、政治、経済、社会のあらゆる分野にわたって大規模な占領政策を推進していくことになります。さて、アメリカ本国でも日本に対する占領方針が決定され、トルーマン大統領の承認を得て公表されることになりました。その占領方針は、非軍事化と民主化を推進するというもので、日本が再びアメリカ及び世界の脅威とならないようにする。日本国民の基本的人権を尊重し、民主主義的な代議政態を実現するといった内容が示されました。マッカーサーはこの方針を実現するために GHQ の組織づくりを進め、占領体制の構築を本格化させていきます。さて、こうして確立された占領体制は最上位に極東委員会を置くものでした。この極東委員会はワシントンに設置され、議長国であるアメリカをはじめ、イギリス、中国、ソ連など計11カ国で構成されていました。
極東委員会は日本に対する基本方針を決定し、その方針がアメリカ政府に伝えられます。さらにアメリカ政府は GHQ に具体的な占領政策の指令を与え、GHQ は日本政府に対して指令や勧告を行いました。そして日本政府がそれを実施するという方式が取られたのです。また GHQ の諮問機関としてアメリカ、イギリス、中国、ソ連から構成される対日理事会が東京に設置されました。これは極東委員会の日本支部のような役割を持っていましたが、実際には大きな影響力を発揮することはありませんでした。さて、このような占領体制からわかる通り、日本を占領したのは連合国とされていますが、実際にはアメリカの影響力が非常に強いものでした。極東委員会の決定にアメリカは拒否権を発動することができたし、他国が拒否権を発動した場合にもアメリカは中間指令という形でマッカーサーに直接指令を出すことが可能です。つまり日本の占領は実質的にアメリカの単独占領であったと言えるでしょう。その中でもマッカーサーの権限は絶大で、彼は日本の占領政策をめぐりアメリカ政府としばしば意見を対立させました。時には独自の判断で行動することもあったのです。こうした状況の中で日本の占領政策にはマッカーサーの意向が強く反映されることになったのです。さて、日本の占領統治が本格的に始まると、まず GHQ は日本の非軍事化を推し進めました。日本軍の武装解除や海軍と陸軍の解体、さらには軍需工場の接収などが実施され、日本の軍事力は徹底的に削減されていきます。特に注目されたのが戦争犯罪人、略して戦犯の調査です。この調査により東条英機を筆頭に戦時中の指導者たちが次々と逮捕されていきました。しかしその中でも最も注目を集めたのが昭和天皇の戦争責任でした。中国、オーストラリア、ニュージーランド、ソ連などでは天皇の戦争責任を追及すべきだという意見が強く、アメリカ国内でも厳しい意見が広がっていました。しかしアメリカ政府は天皇と日本政府は間接統治に利用できると考えていたため、天皇の戦争責任を深く追及する意図はありません。そんな中、昭和天皇がアメリカ大使館に向かいマッカーサーを訪問するという出来事が起こります。マッカーサーは昭和天皇が命乞いをするのではないかと不安に思っていましたが、昭和天皇は命乞いなどはしませんでした。この会見で天皇は、戦争の決定と行動に対する全責任を負う者として、私自身をあなたの代表する諸国の採決に委ねると述べ、マッカーサーを深く感動させます。当然マッカーサーは戦争責任の所在が複雑であることを理解していました。それにもかかわらず全責任を引き受けようとする昭和天皇の姿勢に骨の髄まで揺り動かされたのです。後にマッカーサーは、私の前にいる天皇が個人の資格においても日本の最上の紳士であることを感じ取ったと振り返っています。こうしてマッカーサーは占領政策を完遂させるためには天皇制を存続させた方が良いという考えを固めることになったのです。ところがこの頃から日本政府と GHQ の方向性にズレが生じていました。東国宮内閣の方針は戦前の状態への復帰であり、簡単に言えば元に戻すような方向性でした。一方 GHQ の方針は日本を戦前に戻すだけでは不十分だ、根本的に改革しなければならないというものであり、簡単に言えば先に進めるような方向性だったのです。このズレが特に顕著に現れたのが治安維持法をめぐる対応でした。日本政府は治安維持法を継続したいという考えを持っていたため、治安維持法に違反した人物が死刑を宣告されたり獄死したりしていました。依然として反体制的な思想や言動を厳しく取り締まっていたのです。これを問題視した GHQ は日本国民の人権を確保するという考えのもと人権指令を発しました。人権指令とは、言論、集会、結社の自由を妨げる法律を廃止せよという命令です。つまり治安維持法は廃止しろ、共産党員をはじめとする政治犯を釈放しろ、日本国民の人権を守れ、天皇制に関する自由な議論を奨励しろという内容が含まれていたのです。この指令は日本政府への事前通告なしに突然発令されたため、間接統治下であっても GHQ は必要に応じて直接統治のような強制的措置を取る可能性があることを日本政府は思い知らされることになりました。戦前の状態への復帰を目指していた東国宮内閣は
人権指令を実行することはできない。この指令は自らに対する不信任であると考えます。こうして東国宮内閣は行き詰まり総辞職。戦後処理は新たな内閣に引き継がれることとなりました。